シア・ペナン島のジョージタウンにいます。 Google マップなどのレビューを参考にせずに、自分の嗅覚だけを頼りに美味しいローカルフードを求めてジョージタウンを散策します。ジョージタウンの名物料理のホッケンミーを試します。これは赤いエビのスープだしの麺料理です。12リンギット、日本円で380円ぐらいです。初めてホッケンミーを食べたんですけど、非常に美味しいです。この店を出るときに気づいたんですけど、ここはミシュランガイド掲載のお店のようです。ローカルの屋台が並ぶ通りを歩きます。初めて見るこのお菓子を試してみます。ブラウンシュガーとホワイトシュガーをそれぞれ購入します。ベトナムのハノイでよく見かけたスイーツショップをここジョージタウンでも見かけたので入ってみます。このチェーン店は美味しくて安いアイスクリームが名物です。 1.99 リンギット、日本円で63円ぐらいです。ローカルのスーパーマーケットを歩いてみます。ここのベーカリーでいくつかパンを買います。併設されているカフェで早速食べてみます。アルメニアンストリートという名物な通りを歩きます。ここはカラフルな傘で装飾された通りです。この通りにあるスイーツショップでアイスクリームを食べます。8リンギット、日本円で250円ぐらいです。ローカルのレストランが複数立地している街角を見つけました。ホッケンミーのお店に多くのお客さんがいます。このお店のメニューです。ホッケンミーを調理する様子を観察します。私が注文したホッケンミーは7リンギット、220円ぐらいです。このホッケンミーも文句なしに美味しいです。早朝6時のジョージタウンを歩きます。明かりがついているお店があるので、ここで食べます。ワンタン麺を注文します。6リンギット、日本円で190円ぐらいです。美味しいです。早朝から開いているローカルのベーカリーに入ってみます。出来たてのエッグタルトを一つ買います。このお店の前で早速食べます。ランチタイムに歩いている時にホーカーを見つけました。ホーカーは屋台がたくさん集まったスポットでフードコートのようなものです。ベジタリアン向けの麺です。私が滞在しているホテルの近くに別のホーカーがあります。夜はこの辺りが非常に混雑するので夕方に歩いてみます。ホッケンミーの屋台があります。ジョージタウンのホッケンミーは本当に美味しいです。
ポキミの調理風景を見るのは飽きません。この赤いだしが魅力的です。6.5 リンギット200円です。ポキミはこの赤いスープが美味しいです。ロンガンという果物のスイーツも一緒に食べます。私がジョージタウンに滞在している時、ベジタリアンの菜食祭りが9日間にわたって開催されていました。調べるとマレーシア華僑がこの菜食祭りに参加するそうです。ジョージタウンの至るところでこの催しを見かけます。私はベジタリアンってわけじゃないんですけど、積極的にこの菜食を試してみます。このベジタリアン向けのホーカーのメニューです。ベジタリアン向けのチャーハンを注文したので座って待ちます。8リンギット250円ぐらいです。これも美味しいです。どのホーカーでもテーブル席に座る場合はドリンクの別途注文が必要なようです。街を歩いている時にローカルスイーツのお店を見つけました。こういう簡単に食べられるスイーツが好きです。ジョージタウンには小規模なホーカーをよく見かけます。カニ入りのチャーハンが美味しそうなので食べてみます。11リンギット350円ぐらいです。美味しいです。ハンバーガーの屋台があります。オーストラリア産のラム肉のチーズバーガーが美味しそうです。13リンギット400円ぐらいです。とても美味しいです。テーブル席なので別途注文として小豆のスイーツを食べます。ベジタリアン向けのかき氷の屋台があります。マンゴーかき氷を食べてみます。10リンギット300円ぐらいです。私のかき氷が出来上がっていく様子を観察します。かき氷の粉末がカップの中で積み上がっていくのを見るのが好きです。これも美味しいです。ホーカーの屋台でドーナツをいくつか試してみます。今回買ったドーナツです。ベジタリアン向けの麺料理を食べます。8リンギット250円です。こういう屋台のテーブルで食べるとより一層美味しく感じられます。